解説。ゴジラより怖い。昭和の日本を震撼させた東宝変身人間シリーズ傑作ランキング。ねえマリサ、前回のゴジラ動画、すごい反響だったね。やっぱり怪獣映画って人気なんだな。ああ。だがレイム、東宝特撮はゴジラだけじゃないぜ。もっと怖い、昭和の子供を震え上がらせた変身人間シリーズと、怪奇特撮があるのを知ってるか？変身人間。仮面ライダーみたいなヒーロー？いや、科学や呪いで異形に変えられる等身大の恐怖を描く作品だ。人間が人間でなくなる悲劇、その救いのない結末こそが、このシリーズの真骨頂なんだぜ。結末が重要ってことは、まさか？そう、今回はその悲劇性を余すところなく解説するために、核心部分や結末のネタバレ全開でいくぜ。これから映画を見たい人は注意してくれ。なるほど、トラウマ級の最後も含めての解説なのね。ネタバレ注意ってことね。覚悟して聞くわ。よし。それじゃあ、公式3部作とその遺伝子を継ぐ傑作たち、その恐ろしくも悲しい世界へ案内するぜ。第10位。井戸ゼロ大作戦、1969年。それじゃあ早速行くぜ。第10位は、1969年に公開された日米合作の SF 超大作、井戸レイ大作戦だ。あれ？タイトルだけ聞くと、なんだかワクワクするような冒険映画みたいだけど、これが変身人間と関係あるの？一見すると明るい SF 冒険活劇に見えるんだが、実はその裏に人間を勝手に改造してしまうという、とんでもなく恐ろしいマッドサイエンティストの狂気が潜んでいる作品だからなんだぜ。改造人間。冒険映画なのに、そんな怖い要素があるなんて意外だわ。物語は、海底調査中に遭難した科学者たちが、マッケンジー艦長の潜水艦アルファ号に救われ、海底の理想郷、井戸ゼロに招かれるところから始まる。だが、そこへ世界征服を企む悪の天才科学者、マリクが立ちはだかるんだ。そのマリクって人が、人間を改造しちゃうの？その通りだ。マリクは岡田博士親子を誘拐し、父、ブラッドロック島で合成怪獣の研究をしていたんだ。人間の脳や臓器を動物と合成して、意のままに操る怪物を作っていたんだぜ。劇中では、コウモリの翼を持つ人間コウモリや、巨大ネズミが襲ってくるんだ。ひえー。人間と動物を混ぜちゃうなんて、悪趣味すぎるよ。そんなのが襲ってきたら子供は泣いちゃうわ。極めつけは、ライオンの体に翼を持つ怪獣、グリホンだ。実はこいつ、マリクに見捨てられた部下の女スパイ、クロイガの脳が移植されているんだぜ。じゃあ、その怪獣の中身は人間の女性ってこと？部下をそんな姿にするなんて、ひどすぎるわ。そうなんだ。だが、最後はその非道さがあだになる。マッケンジーたちとの決戦で、脳を移植されたグリホンがかつての恨みから反落し、マリクの乗る黒サメ号を攻撃するんだ。そのせいでマリクの放ったレーザー砲が自分の基地を誤射してしまい、彼は崩れ落ちる要塞と共に自滅する。人間の尊厳を踏みにじった科学者の、皮肉な最後と言えるな。第9位。狼の紋章、1973年。続いて第9位は、1973年公開の狼の紋章だ。これは平井和正の漫画原作を映画化したもので、学園バイオレンスと特撮ホラーが融合した、エネルギーの塊みたいな作品だぜ。タイトルからして、狼男が出てくるのはわかるけど、学園バイオレンスってどういうこと？学校に怪物が現れるの？いや、怪物が暴れるというよりは、理不尽な暴力にさらされたいじめられっ子の壮絶な復讐劇として描かれているんだ。舞台は暴力が支配する白徳学園。そこに転校してきた主人公犬神明は、番長グループから目を覆いたくなるようなひどいリンチを受けることになる。転校早々いじめられるなんてかわいそうすぎるよ。でも、そこで泣き寝入りするような映画じゃないんでしょ？もちろんだぜ。犬神はボロボロにされても驚異的な回復力で蘇るんだ。そして満月の夜、ついに彼の体に流れる人狼の血が覚醒する。主演の志垣太郎が、
怒りとともにケムクジャラの狼男へと変貌していく特撮シーンは、当時の観客に強烈なカタルシスを与えたんだぜ。なるほど、虐げられていた主人公が、隠された力で逆襲するわけね。それならすっきりしそう。だがレイム、この映画の真の恐ろしさは狼男だけじゃない。実は、主人公をいじめる不良番長羽黒堂を演じているのが、あの伝説の俳優松田優作なんだ。松田優作って、太陽に吠えろとか探偵物語の人だよね。そんな大物が悪役をやってたの？ああ、これが彼の実質的な映画デビュー作とも言われているんだが、その演技がとにかく凄まじいんだ。ナイフを振り回し、狂気じみた笑顔で主人公を追い詰める姿は、主役の狼男を食ってしまうほどの圧倒的な存在感だったと言われているぜ。うわぁ。松田優作にいじめられるなんて、狼男になるより怖いかもしれないわね。青春のモヤモヤを暴力と変身で吹き飛ばすような、すごい熱量の映画だったんだね。その通りだぜ。単なるモンスター映画ではなく、若者の鬱屈と暴走を描いた東宝ニューアクションの傑作として、今でもカルト的な人気を誇っているんだ。第8位、幽霊屋敷の恐怖、血を吸う人形、1970年。第8位は、1970年公開の幽霊屋敷の恐怖血を吸う人形だ。ここから、東宝が誇る伝説のホラーシリーズ、血を吸う3部作がランクインしてくるぜ。血を吸うってことは、いよいよ吸血鬼が出てくるの？でもタイトルには人形って書いてあるし、どっちなの？そこがこの映画の面白いところなんだ。本作は、西洋のゴシックホラーを日本の風土に持ち込んだ記念すべきシリーズ第一弾なんだが、描かれているのは伝統的な吸血鬼というより、生き地を求めてさまよう人形のような人間の恐怖なんだぜ。人形のような人間。幽霊よりも、生身の人間がおかしくなっちゃう方が怖そうね。物語は、激しい雷雨の夜に始まる。優子という女性に会いに行った兄和彦が行方不明になり、心配した妹の恵子が、恋人と共に兄の足取りを追って屋敷を訪ねるんだ。お兄さんを探しに行くミステリー仕立てなのね。ああ。だが屋敷の母親からは、優子は先月、自動車事故で死にましたと告げられる。実は兄は、その死んだはずの優子を目撃した直後に消えていたんだ。うわ、定番だけど一番ゾッとする展開。死んだはずの人間が兄の失踪に関わっているのね。だが、和彦はその夜、屋敷の中で死んだはずの優子を目撃してしまう。その後、行方不明になった兄を探して妹の恵子も屋敷を訪れるんだが、そこで彼女も恐ろしい体験をすることになるんだ。やっぱり優子さんは生きていたの？それとも幽霊？実は優子は生きていたんだが、謎の男による催眠術で操られていて、夜な夜な生き地を求める殺人鬼に変えられていたんだ。この優子を演じた女優小林幸子の演技がとにかく凄まじいんだぜ。どんな風にすごいの？真っ白な肌に大きな瞳、まるでフランス人系のような無機質なメイクで、感情のない顔のままナイフを逆手に持って襲いかかってくるんだ。その美しさと不気味さのギャップが、当時の観客に強烈なトラウマを植え付けたんだぜ。想像しただけで寒気がするわ。ただ怪物が出るんじゃなくて、美しい女性が無表情で殺しに来るなんて、日本のホラーらしい湿った怖さと西洋風の洋館の雰囲気が混ざって、独特の怖さがありそうね。そうなんだ。雷雨、古い洋館、長い回廊といった西洋ホラーの様式美を、違和感なく日本に定着させた功績は大きい。この成功があったからこそ、後の本格的な吸血鬼映画へと繋がっていく重要な一作なんだぜ。第7位、血を吸うバラ、1974年。第7位は、1974年公開のシリーズ第3弾、血を吸うバラだぜ。前作までの和風な屋敷とは打って変わって、今回は単美で幻想的な映像美が際立つ作品になっているんだ。バラだなんて、タイトルは綺麗だけど不気味ね。どんな場所が舞台なの？舞台は八ヶ岳の山奥にある、全寮制の女子短期大学生命学園だ。霧に包まれた古城のような校舎や、校庭に咲き乱れる真っ赤なバラ。そんな閉ざされた世界で、
美しい女子学生たちが次々と失踪していくんだぜ。山奥の女子寮で吸血鬼なんて、逃げ場がないじゃない。誰がその事件を解決するの？主人公の教授を演じるのは黒沢敏夫なんだが、ここで注目したいのが相棒役の田中邦衛だ。田中邦衛さんって、北の国からの五郎さん？ホラー映画に出てるイメージがないんだけど。そうなんだ。彼は今回、学園の行為下村役で出演している。シリアスで重苦しい展開が続く中で、彼独特のひょうひょうとしたコミカルな演技が良いアクセントになっているんだ。でも、ふざけているわけじゃなく、最後は主人公と共に命がけで吸血鬼に立ち向かう、頼れる相棒なんだぜ。意外な配役ね。で、肝心の吸血鬼との対決はどうなるの？やっぱり杭を打ったりするの？クライマックスは壮絶だぜ。今回も岸田晋が演じる学長、吸血鬼は、200年以上生きているだけあって魔性の力が凄まじい。人間離れした合力で首を締め上げられ、主人公たちは絶対絶命のピンチに陥るんだ。うわぁ、勝てる気がしないわ。だが、主人公は一瞬の隙をついて、そばにあった暖炉の火かき棒を手に取り、学長の胸に思い切り突き立てるんだ。杭じゃなくて火かき棒。ああ。鉄の火かき棒を突き刺された吸血鬼は、断末魔の叫びとともにみるみる老化し、肉体が干からびて、最後はボロボロと崩れ落ちて灰になってしまう。このショッキングかつ美しい特撮描写は、まさにシリーズの集大成と呼ぶにふさわしい名シーンなんだぜ。第6位、呪いの館、血を吸う目、1971年。第6位は、1971年公開の呪いの館血を吸う目だ。前作の人気を受けて作られたシリーズ第2弾だが、ファンの間では最も怖い最高傑作と評価する声も多い作品だぜ。血を吸う目ってタイトルだけでゾクッとするわね。どんなストーリーなの？主人公のアキコは、5歳の頃に見た黄金の目を持つ男の悪夢に悩まされていたんだが、大人になった彼女の周りでその悪夢が現実になってしまうんだ。近所の親切な管理人が吸血鬼の手先になって犬を殺したり、妹の夏子が吸血鬼に見入られて姉を襲ったりと、身近な人が次々と変貌していく恐怖が描かれているんだぜ。妹まで敵になっちゃうの？頼れる人がいなくなるなんて絶望的じゃない。姉妹なのにどうして？そこには姉への嫉妬心が利用されたという悲しい背景があるんだ。吸血鬼化した妹夏子を演じた恵美早苗の、顔面蒼白で正気のない表情は本当に恐ろしいぜ。だが、一番のトラウマは何と言っても、岸田晋が演じる吸血鬼そのものだ。今回も岸田晋さんなんだ。やっぱり怖いの？ああ。彼は特殊メイクで黄金の目をしていて、全編を通して一言も言葉を発さないんだ。ただ無言で、冷酷に獲物を追い詰めてくる演技は日本のクリストファー・リーと呼ぶにふさわしい迫力だぜ。喋らないのが逆に不気味だね。最後はどうやって倒すの？やっぱり杭を打つの？クライマックスは能登半島の廃屋での死闘だ。恋人の石佐伯と揉み合いになった吸血鬼は、2階から転落してしまう。その拍子に、なんと偶然、壊れた階段の木片が心臓を貫くんだ。うわ、事故みたいな最後、でも心臓を貫かれたら、その直後の特殊メイクが伝説級だぜ。木片が刺さった吸血鬼は、苦しみながらみるみる老化し、皮膚がひび割れ、最後は白骨化して崩れ落ちてしまう。このあまりに衝撃的な崩壊シーンは、昭和の子供たちの脳裏に焼き付いて離れない名場面なんだ。第5位、透明人間、1954年。第5位は、1954年公開の透明人間だ。これは円谷英二が特技監督を務めた変身人間路線の先駆けとも言える作品だが、その中身は驚くほど悲しい戦争の犠牲者の物語なんだぜ。透明人間って、いたずらしたり泥棒したりするイメージがあるけど、戦争の犠牲者ってどういうこと？主人公の南條は、戦時中に軍によって組織された透明特攻隊の唯一の生き残りなんだ。国の命令で肉体を改造され、二度と元の体に戻れなくなってしまった彼は、戦後も人目を避けて、
顔を白塗りにしたピエロの姿でサンドイッチマンをして暮らしているんだぜ。特攻隊の生き残り、国のために体を変えられちゃって、平和になっても普通の生活ができないなんて、あまりにも残酷な設定ね。そうなんだ。劇中では、ピエロの化粧を落とすと顔が消えて包帯だけになり、服を脱ぐと完全に見えなくなるというシーンがあるんだが、これも当時のつぶらや英二の特撮技術で見事に表現されている。無人のスクーターが走るシーンなんかは今見ても面白いぜ。透明な体で孤独に生きるなんて辛すぎるわ。彼に味方はいないの？唯一、彼を慕ってくれる盲目の少女マリがいるんだ。南條は彼女のために、透明人間を語って悪事を働くギャング団に立ち向かうことを決意する。だが、その結末は涙なしでは見られないんだぜ。最後はどうなってしまうの？南條はギャングのボス矢島を追い詰め、石油タンクの上で揉み合いになるんだ。その最中、撃ち込まれた矢島の弾がタンクに引火して大爆発が起きる。南條は矢島を道連れに炎の中へ落下していくんだが、死んで初めて、その実態が人々の前に浮かび上がるんだ。死なないと姿が見えないなんて、ずっと透明なまま戦って、最後にやっと人間に戻れたってこと？悲しすぎるよ。駆けつけた歌手の道代に抱かれて生き絶える南條の姿は、単なる怪物映画の枠を超えた、戦争が残した深い傷跡を感じさせる名ラストシーンだぜ。第4位、伝送人間、1960年。第4位は、1960年公開の伝送人間だ。いよいよここから、東宝が公式に変身人間シリーズと銘打った3部作が登場するぜ。第2作目にあたる本作は、怪奇要素よりも SF サスペンスの色合いが濃いのが特徴だな。伝送人間って、名前からして SF っぽいね。物質転送装置みたいなもの？その通りだ。だが、そのハイテク技術が使われるのは、夢のある未来のためじゃなく、ドロドロとした復讐のためなんだ。物語は、遊園地のお化け屋敷で謎の殺人事件が起きるところから始まる。犯人は物質伝送機を使って神出鬼没に現れる伝送人間だったんだ。壁を抜けたりするんじゃなくて、機械で移動してるのね。でも、どうしてそんな手の込んだ方法で人を殺すの？犯人の須藤という男は、14年前に軍需物資の金塊を横領しようとした上官たちに裏切られ、生き埋めにされた過去を持っていたんだ。奇跡的に生き延びた彼は、二木博士が開発した伝送機を悪用し、自分を殺そうとしたかつての仲間たちを銃剣で次々と血祭りに上げていたんだぜ。銃剣で復讐なんて、恨みの深さを感じるわ。それを止める人はいないの？そこで登場するのが、鶴田浩二演じる東都新聞記者の桐岡だ。ニヒルでハードボイルドな彼が、知能犯である伝送人間を追い詰めていく姿はとにかくかっこいいぜ。だが、須藤の復讐心は誰にも止められない。彼は殺人に反対する二木博士の首を絞めて気絶させ、最後のターゲットの元へ向かい、ついに復讐を完遂するんだ。博士を気絶させてまで。復讐は果たせたみたいだけど、最後はどうなるの？須藤は伝送機を使って逃亡を図ろうとする。だが、タイミング悪く浅間山が大噴火を起こし、発生した強烈な磁気嵐が伝送波をかき乱してしまうんだ。電波が悪くて転送失敗しちゃったってこと？そうだ。物理的な肉体を維持できなくなった須藤は、中途半端に実体化したまま苦悶し、空間に溶けるように消滅してしまう。復讐の果てに何も残さず溶けて消えていく姿は、哀れとしか言いようがないぜ。第3位、美女と液体人間、1958年。いよいよトップ3の発表だぜ。第3位は、1958年公開の美女と液体人間だ。これが記念すべき東宝変身人間シリーズの第1作目にあたる作品だぜ。タイトルには美女なんて優雅な言葉が入っているが、その中身は水爆実験という当時の社会問題を背景にした、極めてシリアスで恐ろしい物語なんだ。水爆実験ってことは、ゴジラと同じテーマなのね。でも液体人間ってどういうこと？人間が水になっちゃうの？水というよりは、意志を持ったドロドロの液体生物だな。物語の発端は、
雨の降る東京で麻薬密売人の男が忽然と姿を消す事件だ。現場には本人の衣服だけが残されていて、肉体は跡形もなく消滅していたんだぜ。服だけ残して消えるなんて。まるで神隠しみたいで不気味ね。警察や科学者が調査した結果、その正体は水爆実験の死の灰を浴びて、肉体が液体状に変質してしまった第二友人丸の船員たちだと判明する。彼らは強い放射能を帯びていて、触れた人間を次々と溶かして同化してしまうんだ。円谷英二特技監督による、人間が青白く光る粘液に包まれ、衣服だけを残してぐずぐずに溶けていく特撮シーンは、当時の観客に強烈なショックを与えたんだぜ。うわぁ、触ったらアウトなんだ。それが東京の街中に潜んでいるなんて怖すぎるよ。どうやって倒すの？鉄砲なんて効かなそうだし。そこで警察が決行したのが、火の海作戦だ。液体人間ガス空地下水道に大量のガソリンを流し込んで、一気に焼き払う作戦に出るんだ。迷路のような暗い下水道で、いつ液体人間が襲ってくるかわからないサスペンス描写と、最後は燃え盛る炎の中で液体人間を殲滅する迫力の映像は圧巻だぜ。怪獣映画とは違う、忍び寄る恐怖を描いた傑作だな。第2位、マタンボ、1963年。第2位は、1963年公開のマタンゴだ。これは公式の変身人間シリーズには含まれないが、スタッフやテーマ性が共通していて、日本特撮映画史上、最も恐ろしく、最も救いがないと言われるサイコホラーの金字塔だぜ。マタンゴって響きはちょっと可愛いけど、そんなに怖いの？キノコの怪獣が出てくるだけじゃないの？ただの怪獣映画だと思ってみると痛い目を見るぞ。この映画の真の恐怖は、怪物そのものよりも、極限状態に置かれた人間の醜いエゴにあるからだ。物語は、大学教授や歌手など、社会的地位のある男女7人が豪華ヨットで嵐に遭い、無人島に漂着するところから始まる。無人島でサバイバルか。でも、そこでキノコが出てくるのね。ああ。島には不気味な難破船があって、日誌にはキノコを食べるなと警告が書かれていた。だが、食料が尽きて飢餓状態になると、彼らは理性や道徳をかなぐり捨てて、対立し、奪い合い、疑心暗鬼になっていく。そして一人また一人と、禁断のキノコを口にしてしまうんだ。お腹が空いたら食べちゃうかも。でも、食べるとどうなるの？食べたものは、人間としての心を失い、次第に全身が菌類に覆われてキノコの怪人、マタンゴに変身してしまうんだ。その描写が生理的にすごく不気味なんだが、それ以上に、人間が欲望のままに堕落していく様が本当に恐ろしいんだぜ。人間をやめるか、餓死するか。究極の選択ね。最後は誰も助からないの？唯一、キノコに手を出さず島を脱出した主人公だけが東京に戻るが、彼は精神病院の鉄格子の中に収容されてしまうんだ。彼はそこで、戻ってきて気違いにされるなら、自分もキノコを食べて恋人と島で暮らした方が幸せだったと深く後悔する。うわぁ。助かったのに、社会から隔離されて絶望しちゃうなんて。悲劇はそれだけじゃない。彼が窓の外の平和な東京を眺めて悲観に暮れ、振り返ったその顔には、なんと、彼自身にもマタンゴが生え始めていたんだ。逃げ切ったと思わせて、実は彼もすでに感染していたという、あまりにも救いのないラストシーンだぜ。第1位、ガス人間第1号、1960年。栄えある第1位は、1960年公開のガス人間第1号だ。これは変身人間シリーズの最高傑作であると同時に、特撮映画史に残る究極の恋愛映画でもあるんだぜ。恋愛映画なの？タイトルはいかにも SF 怪奇物って感じだけど、そこがこの映画の深いところなんだ。主人公の水野は、人体実験の失敗でガス人間に改造されてしまった孤独な男だ。演じる土屋義雄の、社会への憎悪と、ある女性への執着が入り混じった怪縁が光る作品だぜ。ガス人間ってことは、自由に姿を消せるのよね？それを使って何をするの？彼はその能力で銀行強盗を繰り返し、
盗んだ金を愛する女性に貢ぐんだ。相手は没落した日本舞踊の家元春日藤千代。演じるのは若き日の八千草薫だ。彼女が般若の面を外した時の、ハッとするような美しさは語り草になっているんだぜ。八千草薫さんといえば上品なイメージだけど、若い頃はそんなにすごかったのね。水野は彼女の発表会を開くために犯罪を重ねる。藤千代も彼の罪を知りつつ、家元の誇りと彼への愛、そして責任を感じて、周囲の反対を押し切って舞台に立つんだ。だが、警察は発表会当日、会場ごと水野を爆破しようと計画する。会場ごと。藤千代さんも巻き込まれちゃうじゃない。警察の作戦は失敗するんだが、最後は藤千代自身が結末をつける。舞を得た彼女は、ガス人間に抱かれながら自らライターの火をつけるんだ。自分で火を。それって、ガスに引火して大爆発が起き、二人は炎の中で消え去る。演目である、上鬼の通り、愛する者と共に死を選ぶ心中エンドだ。怪物として生まれた悲しみと、それを包み込む究極の愛。単なるホラーでは終わらない、あまりにも美しく悲しい名作なんだぜ。総評またはまとめ。すごいラインナップだったわね。怖いだけじゃなくて、どれも悲しいお話ばかりだったわ。そうだな。東宝の変身人間シリーズや怪奇映画は、単なる脅かしやお化け屋敷的な怖さだけじゃない。戦争の傷跡や科学の暴走、そしてどうしようもない人間の業や愛を描いているからこそ、大人の鑑賞に耐える名作として残っているんだぜ。特に最後のガス人間なんて、切なすぎて泣いちゃいそうだよ。昔の特撮映画って奥が深いのね。今回紹介した作品は、DVD や配信で見られるものも多いから、気になった作品はぜひ本編を見て、そのトラウマ級の結末を自分の目で確かめてほしいぜ。夜トイレに行けなくなっても知らないけどね。みんなはどの変身人間が一番印象に残ったかな？コメントで教えてくれると嬉しいな。このチャンネルでは、これからも昭和の懐かしい映画や特撮の魅力を発信していくから、面白かったら高評価とチャンネル登録を頼むぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。